皆さんどうもこんにちは。今回は FastAPI とデータベースの実況を行いたいと思います。前回はチュートリアルの概要をやったんだったな。ウェブサイトのバックエンドはデータベースと関わることが多いから、ここは勉強しておくよ。まず、バックエンドとデータベースっていうのはなんだぜ？バックエンドはサーバーのことを指してるよ。ウェブサイトの本体だと思ってもらえばいいと思うよ。逆にウェブサイトを見ているパソコンやスマホのことをクライアントというよ。こちらはフロントエンドと呼ばれているよ。ウェブサイトの仕組みはクライアントからサーバーにリクエストを投げて、サーバーからウェブページの情報を受け取るよ。サーバーから受け取ったウェブページの情報をクライアントで表示するから、YouTube が見られるってことだな。そうそう、その通りだよマリサ。表示したページ内のリンクをクリックすることで、新しいページのリクエストを投げてるよ。何気に見ているウェブサイトも裏では Wi-Fi を通して、遠くのサーバーまで情報をもらいに行ってるんだな。次にデータベースの説明をするよ。データベースは DB と訳されることが多いよ。YouTube でログインすると、ユーザー名や履歴が表示されると思うけど、その情報は DB 上に保存されているよ。クライアントからリクエストを受けたサーバーは、DB にユーザーの情報を取りに行くよ。DB からユーザー名や履歴などを受け取って、その情報を元に表示する画面を構築し、クライアントに返すよ。確かに、言われてみればショッピングサイトでも住所やクレジットカードの情報が保持されているな。今まで考えたことなかったけど、サーバーが DB に保存してくれているおかげで、毎回情報を入力する必要がないってことか。そうそう。だからバックエンド側は必ずと言っていいほど DB と繋がっているよ。そろそろ FastAPI の SQL のページに戻るよ。FastAPI の SQL のページはまだ日本語翻訳がないから日本語に変換するよ。FastAPI では SQL アルケミーというライブラリを使うよ。これを使えば複数の DB を扱うことができるよ。私は聞いたことないが、多分有名な DB が使えるってことだな。この SQL というのはなんだぜ？ SQL は DB を操作することができるデータベース言語だよ。DB 専用のプログラミング言語だと思えばいいよ。次は一般的な SQL と DB の通信方法で一般的な ORM の説明だね。翻訳が上手くないからか、さっぱりわからないぜ。そういう時は DeepL という翻訳サイトを使うといいよ。日本人が見ても自然に見える日本語に翻訳してくれるよ。こんなサイトがあったのか。便利だな。わざわざ翻訳したけど、正直、初心者はこんなこと言われてもよくわからないよ。どういう仕組みで動いているかは知っておくに越したことはないけど、つまずいて開発をやめちゃうくらいなら忘れていいよ。開発に慣れてきてから徐々に覚えていくってことだな。今回のチュートリアルでは複数のファイルでウェブサイトを構築するよ。一個だけ変なファイルがあるな。initpy のことだね。チュートリアルにも記載があるけど、これは特別なファイルだよ。今回は中身を記載しなくていいんだけど、このファイルが存在することが、Python にとって特別な意味があるよ。Python はフォルダ内に initpy があると、そのフォルダにある Python ファイルを一つのパッケージとして認識してくれるよ。なんとなくだが、複数ファイルに分かれていても、initpy があれば一つのファイルに書いたのと同じように使えるって認識したぜ。それじゃあ早速コーディングしていくよ。完璧だよ、マリサ。まずはデータベース .py からだね。ここでは DB と通信する部分を記載していくよ。まずはデータベース .py からだね。ここでは DB 本体を定義する部分を記載していくよ。次に使用する DB を指定するよ。今回は SQLite を使用するよ。一行下に同じものがあるぞ。これは PostgreSQL だね。PostgreSQL を使用するなら、こっちを使うよ。その下のクリエイトエンジンの引数を減らしたりする必要があるけど、SQLite と PostgreSQL の差分はほとんどこれだけだよ。本当は DB ごとに書き方が違うんだけど、SQL アルケミーを使えば同じ書き方ができるよ。SQL アルケミーを使う最大の利点はこれだな。次にクリエイトエンジンで SQL アルケミーのエンジンを作成するよ。
第1引数は、さっき書いた DB を指定。第2引数は、SQ ライト用に設定するよ。SQ ライトは、1対1で通信するように設定されているけど、多対1で通信できるようにしているよ。ウェブサイトは、不特定多数がアクセスするからな。1対1だと、不都合があるってわけだな。その通りだよ。次にセッションメーカーを使い、DB と通信するセッションを作成するよ。オートコミットは自動で永続データを DB に反映するかどうかを設定するよ。オートフラッシュは自動で一時データを DB に反映するかどうかを設定するよ。バインドはこのセッションで実行される SQL 操作をどこに反映させるかを設定するよ。ここではさっき作ったエンジンを指定するよ。自動で反映してくれるなら、そっちの方が楽だと思うけど、わざわざ手動にするんだな。変なデータを更新させないようにするためかと思ったけど、負荷軽減の意味もあるみたいだね。次に DB に登録する項目を指定するための基礎クラスを作成するよ。これは後で使うよ。これでデータベース .py は終わりだな。次に実際に DB に登録する項目を設定する models.py を作成するよ。コーディングの関係から上から順番に解説するよ。サイトとは順番が違うから気をつけてね。SQL アルケミーから使用する DB の項目のモジュールをインポートするよ。次にさっき作ったデータベース .py からベースをインポートするよ。データベースの前にあるドットはどういう意味だぜ？これは相対パスを表しているよ。ドットだけは同じフォルダにあるっていう意味だね。そうなると、SQL アルケミーの前に何もついていないのはどういう意味なんだぜ？これは Python が管理しているフォルダにあることを表しているよ。SQL アルケミーは、サイトパッケージフォルダにあるね。次に、ベースを継承したユーザークラスを書いてくよ。テーブルネームは文字通りテーブルの名前だね。この変数は SQL アルケミーで管理している変数だよ。テーブルのカラムを指定するのはカラムメソッドを使用するよ。テーブルとカラムっていうのはなんだぜ？テーブルは表の名前だね。DB の中にはテーブルが複数あって、テーブルの中にはカラムが複数あるよ。一つ目は ID だね。カラムの第一引数は DB に格納する変数の型を表しているよ。インテジャーは整数だね。プライマリーキーは主キーと呼ばれるものだよ。DB でデータを識別するための項目だね。ほとんどの DB で ID を主キーにするよ。インデックスは索引するために使用するよ。DB は大量のデータを持っていて、その中からデータを取得するために使えるよ。二つ目は E メールだね。文字通りメールアドレスを入れるよ。第一引数はストリングでこれは文字列を表しているよ。ユニークは単一のデータを格納するために使うよ。重複しないことを制約しているね。メールアドレスは同じものを作れないからな。同じメールアドレスのユーザーを複数作れないようにするってことだな。ハッシュドパスワードはハッシュ関数で暗号化されたパスワードだね。文字列で格納するよ。ハッシュ関数と暗号化っていうのはなんだぜ？ハッシュ関数は簡単に言うと、デタラメな文字列にしてくれる関数だよ。元に戻すことができないから、万が一パスワードが悪意ある第三者に漏洩しても不正アクセスできないよ。このデタラメな文字列にすることを暗号化というよ。トラトラトラってことだな。歳がバレるよ、マリサ。四つ目はブーリアン、トゥルーフォルスが入る真偽値を格納するイズアクティブだよ。デフォルトは値を設定していない場合に格納される値を設定できるよ。これは何に使う変数なんだ？多分、例で出しているだけで、実際には使ってないと思うよ。名前からして大会していないかどうかを判断するんだと思うよ。最後にリレーションシップ関数を使用して、下で作っているアイテムクラスと紐付けするよ。紐付けっていうのは何なんだぜ？紐付けすることによって、ユーザーテーブルからアイテムテーブルのデータにアクセスすることができるよ。次にアイテムクラスを定義するよ。イメージ的には Twitter のツイートかブログの記事を定義する感じだね。テーブル名はアイテムズだよ。ID、タイトル、ディスクリプションと一番下のオーナーは特に解説する内容はないよ。新しい機能が出てくるのはオーナー ID だけだね。主キーとか外部キーっていうのがわかりにくいぜ。これはどういう意味があるんだ？
主キーはテーブルのデータを1位に認識するためのものだよ。外部キーは親がどれかを判断するためのものだね。そもそもなんだけど、今作成しているテーブルはユーザーとアイテムが1対多の関係になるよ。でも、ユーザーとアイテムは別のテーブルだから、そのままだとどのデータとつながりがあるかわからないよ。だから、それを判断できるように外部のテーブルのキーを設定するんだよ。理解できたぜ。ユーザーの主キーとアイテムの外部キーは一致してるってことだな。そうだね。実際にテーブルにデータが入った時の例はこんな感じだよ。実際にデータの例が入るとよりわかりやすいな。次はパイダンチェックモデルをスキーマ .py に記載するよ。パイダンチェックについてはチュートリアル概要でやったね。軽く復習すると、パイダンチェックは Python の変数の型を指定できるようにするライブラリだよ。まずは必要なライブラリをインポートするよ。ベースモデルを継承したアイテムベースを作成するよ。タイトル、ストリは変数名がタイトル、ダブルコロンを挟んでストリが文字列を表しているよ。その次のディスクリプションのオプショナル、ストリイコールノンは文字列型だけど、値を設定しなくてもいいって意味だよ。値を入れてもいいけど、値を入れなかったらノンが入るって意味だったな。覚えてて嬉しいよ。次に、先ほど作ったアイテムベースを継承したアイテムクリエイトを作成するよ。パスっていうのはなんだぜ？何もしないよ。Python は何も処理を書かないとエラーになるから、何も処理しないってことを明確にお知らせする必要があるよ。次に、またアイテムベースを継承したアイテムクラスを作成するよ。イントは整数型っていう意味だね。おい、クラスの中にクラスが書いてあるぞ。これは内部クラスっていうやつだね。コンフィグクラスは Python チェックにあらかじめ定義されているよ。ORM モードは DB と通信するためのモードだよ。よく見ると、スキーマーズのアイテムクラスとモデルズのアイテムクラスの変数名が一致しているな。そうだね。継承元の変数も使えるから、アイテムクラスの変数は全部で4つあるよ。次にベースモデルを継承したユーザーベース、そのユーザーベースを継承したユーザークリエイト、ユーザーを作成するよ。isActive のブールはトゥルーフォルスの新基地型を表していて、アイテムズのリストはアイテムクラスのリスト型を表しているよ。リスト型は初めて出てきたな。リスト型は配列のことだよ。アイテムクラスを複数格納できるよ。イメージはこんな感じだね。次は crud.py だよ。これが DB に命令を投げてデータをもらったり作成したりするところだね。FAST API のページにも書かれているけど、CRUD はクリエイト、リード、アップデート、デリートの頭文字だよ。CRUD は DB のコマンドというか命令ってことだな。そうだね。ウェブサイトを作成する際は、よく出てくるから覚えておいて損はないよ。いつも通り必要なライブラリをインポートするよ。SQL アルケミーと作成したモデルズとスキーマーズだね。一つ目はユーザー情報を取得する、get ユーザーだよ。引数に DB とユーザー ID を受け取るよ。db.query で引数に探すテーブルを指定するよ。次にフィルターで探す条件を入れるよ。今回はユーザーズテーブルから ID が引数のユーザー ID と一致しているものを探しているね。最後にファースト関数で一致したものから一番最初のものをリターンで返しているね。そもそも ID は一つしかないんだろ？なんでファーストが必要なんだ？ファースト関数を記載しないと処理結果を受け取れないよ。フィルターまでだとまだ結果が出ないってことだね。次は、get user by email だね。検索条件が ID から E メールに変わっただけだね。三つ目は、get users だよ。複数のユーザーを取得する関数だね。整数でデフォルト値が0のスキップ、デフォルト値が100のリミットを引数で受け取るよ。クエリーの後のオフセットはテーブルの先頭から何番目からのデータを取得するか設定できるよ。リミットはデータを最大で何個取得するかを設定できるよ。オールは名前の通り、取得したデータを全部返すって意味だね。つまり、デフォルトのままだとテーブルの先頭から最大100個分のデータを全部取得するってことだな。ユーザーを作成するクリエイトユーザーだね。
引数にスキーマーズで作成したユーザークリエイトクラスを受け取るよ。今回はハッシュ関数を用意していないから、代わりにパスワードに文字列を追加したフェイクハッシュドパスワードを作成するよ。モデルズのユーザークラスのインスタンスを生成するよ。引数にユーザークリエイトの E メールとさっき作ったフェイクハッシュドパスワードを指定するよ。インスタンスっていうのはなんだぜ？クラス自体はただの設計書みたいなもので、インスタンスはクラスを実体化してるってことだね。アッド関数を使ってインスタンス化した DB ユーザーを新しいデータとして追加するよ。この時点ではまだ DB に反映されてないよ。次のコミット関数で DB に反映するよ。その下のリフレッシュドで DB ユーザーを DB に登録されているデータで更新しているよ。ID が DB に登録したタイミングで値をセットするからね。コミットとリフレッシュはセットですると覚えた方がいいよ。なるほどな。インスタンス化したタイミングでは ID をつけてないから、リフレッシュして DB の正しい値に更新するってことだな。最後に作成した DB ユーザーを返して終わりだよ。その下の Get Items は特に言うことがないよ。Get Users と同じだからね。ユーザーズテーブルから Items テーブルに変わっただけだね。最後の Create User Item はアイテムを作成する関数だね。引数にセッションとアイテムクリエイト、ユーザー ID を受け取るよ。モデルズアイテムの第一引数、アイテム .bict の bict 関数はアイテムクラスの項目を辞書型にするってことだよ。アイテム .bict のアスタリスク2つは辞書型を展開するってことだよ。ポインタのポインタって意味じゃないよ。ポインタのポインタってなんだぜ？なんでもないよ。ポインタの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 どうやらトラウマに触れちまったようだな。あとはオーナー ID に引数のユーザー ID を指定してインスタンスを作成するよ。これより下は解説したところだね。いよいよ、最後のメイン .py を作成するよ。前回の概要でやったような URL のリクエストを受け取るところだな。まずはいつも通り必要なライブラリをインポートするよ。その後に models.base.metadata.create.all で記載したテーブルをすべて作成するよ。次は FastAPI を生成し APP に格納だね。次に getDB 関数を作成するよ。セッションローカルを DB にセットするよ。トライ、イールド、ファイナリーとかまた初めて見るやつがあるな。トライは例外処理と呼ばれるものだよ。エラーが発生した時に終了せずに処理を継続できるよ。ファイナリーはエラー発生の有無に関わらず、必ず実行される処理だよ。だから、DB を閉じることが必ずできるね。イールドはリターンに似ているよ。処理を中断して結果を返すよ。DB を一旦渡して、応答処理が終わったら続きを実行するよ。イールドで DB を先に渡して、DB にエラーが出たらトライの処理が動いていて、必ずファイナリーをするから DB を閉じることができると。完璧だね。次に APP にポストメソッドで URL をセットするよ。レスポンスモデルにスキーマーズのユーザーを指定するよ。レスポンスモデルを指定すると、FastAPI がその形に自動で変換してくれるよ。自分で型を指定して返さなくていいから便利だな。他にもレスポンスモデルを指定する利点はあるよ。必ず指定した型で返してくれるとかね。次に URL に対応する処理、クリエイトユーザーを書いていくよ。パラメータにスキーマーズ .userCreate と DB のセッションを受け取るよ。デペンドス、getDB っていうのはなんだ？ getDB はさっき作ったやつだな。デペンドスは依存性の注入と呼ばれるものだよ。外部から依存しているものを注入するってことだね。今回は DB に依存しているけど、その DB を別のものにすることもできるよ。関数の中で書いちゃうと結びつきが強くなっちゃうけど、外部からもらうことによって依存度を下げることができるよ。なんかよくわからないけど、いろんな変化に強くなるってことだな。そうだね。怒られるかもしれないけど、詳しい仕組みはぼんやり捉えることがプログラミング上達のコツだよ。CRUD からメールアドレスでユーザーを検索。もしユーザーが存在するならエラーを返しているよ。レイズと HTTP エクセプションのところだな。そうだね。
レイズは例外を発生させる機能だよ。HTTP エクセプションでどんな例外を発生させるかを指定できるね。今回は400エラーでメールアドレスがすでに登録されてるよっていうメッセージを表示させるよ。もし登録されていないなら、CRUD のクリエイトユーザー関数をコールして戻り値をリターンで返すよ。ちなみに400エラーはバッドリクエストで、クライアントからのリクエストデータに問題があるって意味だね。これから下は特に解説する内容はないね。次はユーザーの一覧を返す処理だよ。配列で返すからユーザーをリストで書こうよ。CRUD で作った関数の値を受け取って、それをそのまま返しているな。その次は個別のユーザー情報を返す処理だね。CRUD からユーザーを取得。もしユーザーがいなかったら、エラーを返すよ。URL のユーザー ID は、URL から受け取って、関数のユーザー ID、イントで整数のみ許されるって意味だったな。それで、CRUD からユーザーがいなかったらノンが返ってくる。で、ステータスは404でユーザーがいなかったぜっていうメッセージを表示してるんだな。そうだね。404は見たことある人は多いと思うけど、404は not found だよ。ページだけじゃなくデータが見つからない時にも使えるよ。次はユーザーのアイテムを作成する処理だね。ユーザーの作成とほとんど変わりないよ。最後はユーザーのアイテム一覧を返す処理だね。これもユーザーの一覧とほとんど変わりないよ。これで今回のコーディングは完了だよ。お疲れ様。前回と比べたら結構な対策になったな。今回作ったファイルのおさらいをするよ。init.py は SQLAPP フォルダ内の複数のファイルを一つのパッケージにするためのファイルだよ。CRUD.py は DB のコマンドを投げるモジュールだね。database.py は DB を設定するモジュールだね。main.py はリクエストされた URL と URL に対応する処理を記載するモジュールだね。models.py は DB に登録するテーブルやカラムを記載するモジュールだね。schemas.py は pydantic モデルを記載するモジュールだね。pydantic は DB の項目へ変換できるよ。こうやってみると、しっかりと機能ごとにファイルが分かれてるんだな。早速動かしてみるよ。コマンドは、指コーン、sqlapp.main app リロードだよ。sqlapp.main の部分はターミナルのカレントフォルダからメインの場所を指すからね。一律この書き方をするわけじゃないよ。現在位置から見て、どこにmain.py があるかってことだな。Docs にアクセスするよ。まずはユーザー一覧を取得してみるよ。まだ DB に何も登録していないから、何も表示されないよ。次にユーザー ID を指定してデータを取得してみるよ。これもまだ DB に何も登録していないから、エラーが表示されるよ。これは作った通りだな。次は実際にユーザーを作ってみるよ。E メールとパスワードを入力するんだったね。私とマリサを追加するよ。さっき試したユーザー一覧を取得するよ。レイムと私が取得できたな。しっかり DB に登録されていることを確認できたな。次はアイテムの確認だよ。先にアイテム一覧を取得してみるよ。これもまだ登録していないから取得できていないな。取得できないことを確認できたらアイテムの作成だよ。いくつか作成してみるよ。作成したら、またアイテム一覧を取得してみるよ。ユーザー同様、アイテムも登録されていて、オーナー ID にユーザー ID もしっかり入ってることが確認できたな。再びユーザーの取得に戻るよ。さっきは取れなかったアイテムも反映されてるな。最後にユーザー一覧を取得して、今回作成した DB のデータを見てみるよ。ユーザーの情報とアイテムの情報がしっかり紐づいていて、ちゃんと問題なく作れたことが確認できたな。これで動作確認は終わりだよ。サイトに戻るよ。DB の中身は別のツールを使って確認することができるよ。今回は、まあ確認しなくていいかな。本当にサイトを作って、
色々データを確認したい時に使えばいいと思うよ。最後に Python のバージョンが古い場合のことが書いてあるよ。イールドがないバージョンの場合はミドルウェアという技術を使用して対応する必要があるみたいだね。次回以降に解説の機会があれば、ミドルウェアについても説明するってことだな。これで今回は終わりだけど、どうだったかな？今回はバックエンド側がこんな風に作られてるってことを理解できてよかったぜ。DB がウェブサイトに必須だということも分かったし、DB を扱う知識もあると、いいウェブサイトが作れそうだな。そうだね。SQL は本来は SQL 特有の書き方をしないといけないんだけど、そこは FastAPI がカバーしてくれてるよ。至せり尽くせりで本当に便利なフレームワークだね。今回はここまでだよ。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。